こんにちは、エンマです。今日は JLPT-N2 の文法の部分をみんなと一緒に解いていきたいと思います。では今日もこちらの画面を見ながら一緒に進めていきましょう。今日は問い8の4番から進めていきます。並び替えの問題です。じゃあ行きましょう。人生楽しいこと。1番もある。2番ものだ。3番辛いこと。4番もあれば。はい。これをじゃあ並び替えてみましょう。どのような順番になりますか？じゃあ、まず答えからいきましょう。人生楽しいこともあれば、4番。辛いこと、3番。もあるものだ。人生楽しいこともあれば、辛いこともあるものだ。これが正解です。なので、星に入るのはこの1番でしたね。OK。じゃあ、どうしてこの順番になるのか、一緒に確認していきますね。これは文法が入っていました。どんな文法かというと、何々もあれば、何々もある。この文法が入っていました。ね、これね、もあれば、もある。ここの部分の接続が分かったら並び替えができますよね。じゃあ、この前に入るのは、どちらも名詞が入ります。名詞もあれば名詞もある。なので、順番は、もあればが前に入るし、前で、もあるが後ろだよね。だから、この前に入る名詞は、これになるよね。楽しいこと。もあれば、で、この前にも名詞が入るから、この前にも名詞が入るから、この名詞に入るのは、これだよね。辛いこともある。で、最後にものだ。もう2番が入るよね。だからこの星に入るのは1番です。じゃあこの何々もあれば何々もある。これはどういう意味かというと、言い換えると、何々も何々だし、何々だ。だから、辛いこともあるし、楽しいこともある。このような CC で言い換えることができますよね。二つのことを並べるときに使う文法です。で、これは、プラスとプラスのこと。例えばこの、この前の部分は、プラスプラスでもいいし、マイナスマイナスでもいいし、プラスマイナスとか、マイナスプラスでもいいね。OK？ ちょっと見づらいね、これね。ごめんね。前に、プラスプラスのことでもいいし、プラスマイナスのことでもいい。どっちを入れることもできます。例えば、楽しいこともあれば、辛いこともある。これは楽しいと辛いは、プラスとマイナスのことだよね。だけど、私は旅行に行きたいけど、お金もなければ、時間もない。このようにマイナス、お金もないと時間もないはマイナスのことだよね。どっちもマイナスでしょ？このように、どっちもマイナスのことも入れることができるし、プラスマイナスでも OK。どっちでも使うことができます。OK？ これは、この何々し、何々し、この文法よりちょっと硬い文法になります。なので日常会話では、楽しいこともあるし、辛いこともあるし、いろいろあるよね。このように CC の方がよく使われます。ちょっとね、あれば、何々もある。こっちはちょっと硬くなります。でも意味は一緒ね。OK？ じゃあ次行きましょう。これ並び替えてみましょう。ではそろそろ失礼しますよ。せっかくここまで来たんだから、1番ゆっくりして、2番もっと、3番いいのに、4番行けば。もう帰らないといけないんですか？
じゃあこれ並び替えをしてみましょう。どのような順番になりますか？じゃあ答えからいきますよ。答えは、せっかくここまで来たんだから、もっとゆっくりしていけばいいのに。なので星に入るのは4番になります。もっとゆっくりしていけばいいのに、もう帰らないといけないんですか？このようになります。じゃあ、これどうしてこのような順番になるのか考えていきましょう。これ文法が入っていました。どの文法かというと、ば、いいのにという文法が入っていました。なので、いけばの後はいいのに、この順番になるから4番と3番はこの順番になるよね。いけばいいのに。じゃあ、この前と後ろがどうなるかというと、ここは行けばいいのに、これで終わりになるから、後ろには入らないよね。だから1番と2番は絶対に前に入ります。じゃあ、この順番はどっちかというと、ゆっくりしてもっと。これはおかしいから、もっとゆっくりして。副詞が前になりますよね。だから、もっとゆっくりしていけばいいのに。このようになります。OK。じゃあ、このばいいのにというこの文法を確認しましょう。これはどういう意味ですか？これは反対を表す文法ですよね。反対。これは話し手が望んでいることと現実が違うことを残念に思う気持ち。残念に思う気持ち。あともう一つ使い方があります。相手の行動に対して批判をしたり、アドバイスをしてあげるときに使う用法です。批判とかアドバイス。今回は、残念に思う気持ちを表してましたよね。もっとゆっくりしていけばいいのに。だからこれは、本当はゆっくりしてほしいけど、現実はゆっくりできないです。早く帰らなければなりません。自分がこうしてほしいと思うことと逆のことですよね。反対のことですよね。それに対してすごく残念に思っていますよね。そのような時に使います。この批判とかアドバイスの使い方は、例えば、行きたくなければ行かなければいいのに。これは相手に対して批判的な気持ちが含まれていますよね。OK？ このように残念に思う気持ちとか、批判したりアドバイスするときに使う文法です。OK？ では今日はこれで最後です。6番行きましょう。連敗中の田中選手が今日の試合でやっと勝利を収めることができた。田中選手に1番したら、2番という、3番プレッシャー、4番今日は負けられないがあったはずだ。じゃあこれどのような順番になりますか？答えられますか？じゃあ答えからいきましょう。田中選手にしたら今日は負けられないというプレッシャーがあったはずだ。このような順番になります。OK。じゃあどうしてこのような順番になるか考えていきますよ。まず、これ、どこに入るかわかりますか？これがどこに入るかわかったら、答えられると思います。これは、このような文法です。何々にしたら。で、前には名詞が入ります。じゃあ、この中で助詞のにというのは、ここにしかないですよね。で、前は田中選手だから名詞ですよね。だから、この後ろには絶対、したらという、これが1番が入ります。田中選手にしたら、でその後は、ここが主語になってますよね。
この部分が全部主語だよね。だってここに助詞のがありますから、何々があったはずだ。なので、助詞の前は、名詞が入りますから、この中で名詞は、このプレッシャー、この3番ですよね。だからこの前には絶対に3番が入りますよね。田中選手にしたら、何々プレッシャーがあったはずだ。じゃあこのというと、今日は負けられない。この順番ですが、これは絶対順番は、今日は負けられないという、この順番になるよね。なので、田中選手にしたら、先に4番が入ります。今日は負けられない。というプレッシャーがあったはずだ。このような順番になります。OK？ じゃあ、何々にしたら、この、意味は、どういう時に使うかというと、これは、私がもし、N の立場になって考えたら、このような、意味になります。このようなことを表すときに使う文法になります。だからこの場合だったら、私がもし田中選手の立場になって考えたら、今日は負けられないというプレッシャーがあったはずだ。という意味ね。OK？ この何々にしたら、これは、結構便利だし、よく使う文法なので、ぜひ覚えてみてください。例えば他にも、日本語学習者にしたら、漢字を覚えるのはとても大変だと思う。日本語学習者にしたら、漢字を覚えるのはとても大変だと思う。これも言い換えると、日本語学習者の立場になって考えたら、漢字を覚えるのはとても大変だと思う。ということね。とか、両親にしたら、私が海外で暮らすのは不安だろう。両親にしたら、私が海外で暮らすのは不安だろう。これも言い換えると、両親の立場になって考えたら、私が海外で暮らすのは不安だろう。このようになりますよね。このように、もし私が N の立場になって考えたら、という時に使う文法です。OK、どうですか皆さん。今日は全部答えられましたか？はい。では今日はこれで授業終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。どうですか？今日の問題は簡単でしたか？難しかったですか？またね、JLPT-N に合格できるように一緒にこれからも日本語の勉強を頑張っていきましょうね。では、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。今日の動画がまた面白かったな、ためになったなと思っていただけたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた、こちらのチャンネルでお会いしましょうね。いつもありがとうございます。さようなら、またね。